その自分で作った絵の具を使ってることで粒子を粗めに作ってるので、それぞれの色が独立した中で混ざり合う、なんか人間関係に似ているなって思っていて、お互いにないものを与え合ったり受け入れ合ったりっていう。はい、ピックアップアーティストのコーナー始まりました。今回のピックアップアーティストは薬師川千春さんです。よろしくお願いします。2枚からなる作品甲一対の絵は最初の絵に対し、それとペアの関係となるもう1枚の絵が描かれていくものです。1枚に描いたものを参照または応答しながらもう1枚を描き、さらに元の画面に戻って描くという対話を重ねるように描かれる作品です。それは作業をするほどに反対面が捉えがたく分からなくなっていく人間関係さながらと言えるだろうという美術評論家の解説を受けていらっしゃいます。若手現代アート作家の登竜門でもあるボカ展2021年にも代表作家として選ばれて出展されていらっしゃいました。今のプロフィールのお話をもうちょっと、砕いた感じで説明してもらってもいいですか？紙に一つの点を描いて、その隣にもう一つの点を描く。すると一つだった時には起こりえなかった二つ点があるからこその色の濃さの違いや大きさの違いっていうものが生まれて、またその二つの点の間にある空間っていうのはお互いへの距離になりますよね。そういった個と個であったり、自己と他者であったり、あちらとこちらであったりするような、そういう対となる関係性っていうのに着目して作品を作っています。これは結構絵の具もいっぱい使ってっていう、僕、印象なんですが、結構シンプルな、2つの、色の画材がなんかああいうのっていうのは手法としてはどういうふうに作るんですか？作品は右手と左手のシリーズっていうタイトルをつけてるんですけど、右手と左手に直接手に絵の具をつけて、その手で絵を描くっていうシリーズになってるんですけど、自分で作った絵の具を使ってることで粒子を粗めに作ってるので、混ざっているんですけど、よく見るとそれぞれの色が独立した中で混ざり合うっていう、なんか人間関係に似ているなって思っていて、例えばどれだけ親しい人であったり、自分のパートナーであったり、もしくは家族であったり、いろんな近しい関係性っていうのはあると思うんですけど、でもどれだけ話したり時間を経ても完全にその相手と混ざり合う 100% 理解し合うっていうことはどうしてもできないと思っていて、それを、ネガティブに捉えるのではなく、だからこそお互いにないものを与え合ったり受け入れ合ったりっていうことができるので、そういう人間関係みたいなのをすごくシンプルに、その顔料同士の物質の行為として、あえて混ざりにくい素材を選びに、これはどうやって作られてますか？これは手は使っていないんですけど、ナイフで全て描いていて、まず、2枚の紙を用意して、そこに片方に筆跡を置いて、またその筆跡に影響を受けながらもう片方に色を置いていく。なるほど。例えばこっちの絵に赤色を足したいなと思った時に、こっちに渡さずにもう片方にその色を足します。その行為を繰り返す中で2枚の絵というのはお互いにすごく影響し合いながら同時に完成していく。でもその2枚の絵っていうのは影響されながらも、
ただ混ざり合うわけではなくて、個が個として自立する中でただ隣り合うという作品に。これは、これが、半立体になってるんですけど、すごい当たり前の話なんですけど、絵画っていうのはこの絵の具がそこにくっついている状態で成り立っている。隣同士の色とがひっつき合って顔面に固着している。その固着力、絵の具の持つ固着力に着目して作ったシリーズで、タイトルは「絵の具の引力」っていうタイトルになっています。紙に絵の具をビチャッと置いて、それをもう一枚の紙でパタッと閉じて、こう開くと左右対称の図像が生まれる。それを一応デカルコマニー技法っていうんですけど、一つだった絵の具を無理やりこう引き剥がす行為、そうすることで絵の具が一つだったのからメリメリと剥がされて、その双方に分かれた絵の具たちがお互いに引き合う感じ。細かいところでいうとビヨンって伸びて葉脈みたいに絵の具がなってるんですけど、そういうその絵の具の持ってる引力っていうものをできるだけシンプルに見せたいなと思って、平面ではなくこの開いたような形態の作品を作りました。これ浮いてるんですか？かなり薄い支持体に描いてます。絵の具の持つ物質感みたいなのだけを出したいなと思ったので、その支持体の厚みがいらないなとこの作品では思ったので。こういうのやっぱいつも思うけど、この油絵の立体って生で見なきゃ絶対にわからないものだと思うんですけど、正面の写真だけじゃ伝わりづらい部分があるかもしれないですね。ここ最近もしくはもうちょっと先でその展示っていうのはやるスケジュールっていうのはあるんですか？はい、今年の6月の後半に滋賀県なんですけど、滋賀の県立美術館がリニューアルオープンをするんですが、その第1回目のオープニング展のグループ展に参加します。いいですね。滋賀か。その情報をじゃあテロップで、ぜひお知らせしたいと思います。薬師川さんの作品はミートアートのオンラインショップでも販売されておりますので、皆さんぜひチェックしてみてください。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。以上ピックアップアーティストでした。石原さんでした。